配信中。はい、こんにちは。誰もいない。こんにちは、バドミントンの40代シニア、土井です。どうも。今日も一日お疲れ様でした。はい、で8月は今日終わりということで、早速っていうか、もう始めちゃってます。スーパードライ、1本目で、イオンの発泡酒2本目いってます。とりあえず3本目いきましょう。ということで、8月は今日で終わりということで、お疲れ様でした。乾杯。はい、ということで、今日で8月が終わりました。終わりましたね。まだ終わります。まだ終わってないですね。8月、皆さんどうやったんですかね。自分は7月の福岡県社会人でめっちゃ惨敗で負けまくって、悔しく負けてからの8月がスタートしていって、一言で言うと、すごい、転機になった8月になったなと思ってます。8月の6日に県社会じゃない、福岡県の実業団リーグがあって、久しぶりに実業団リーグに出場しました。で、2試合シングルス、2試合シングルスに入れて、1試合は全然ダメな試合があって、で、2試合目はすごいいい試合があって、そのすごいいい試合が、なんか、これ、自分的にはこの試合めっちゃ良かったよねっていう試合ができて、そこがなんかこれから全日本シニアに向けてのなんかきっかけになるような大会、試合作りができたかなと思います。久々になんかいい試合ができたかなと思ってます。なんか今まで自分の試合を振り返っていくと、なんつうのかな、ただ単につないで勝ってたみたいな感じの意識だったし、つないで勝ってた、ミスマッチで勝ってたみたいな感じだったから、なんかいつもヒヤヒヤしながらただ単に長いラリーをしながら勝ってたみたいな感じで、試合内容自体も面白くなかったし、自分もなんか毎回なんか排水の陣で勝ってるみたいなところで、面白みがなかったんですよね。面白みがそれはそれでもあったんだけど、なんかでも、ちょっとバドミントンじゃないなって、なんか、周りの人たちのバドミントンを見ると、全然自分のバドミントンってちょっと違う路線行ってねえかって思ったりしてたんですよ。でそれが8月6日の福岡県実業団で一番最後に若い子たちと、つながんさんお疲れ様です。ありがとうございます。いつも見ていただいてありがとうございます。すみません、こんな感じで細々喋ってるんで、ちょいちょいコメントいただけると嬉しいです。ありがとうございます。で、今回自分の8月のバドミントンの振り返りしています。で、8月6日の県実業団で、1試合目はちょっとなんか自分でも心残りがある試合で、考えさせられるような試合だったですね。こんなバドミントンで俺楽しいのかなと。全然なんか楽しくもなんともない試合ずっとやってるなっていう感じで。から、2試合目今ずっと語ってたところの、2試合目で少し感覚が変わってきたんですよね。2試合目の1ゲーム目がめっちゃボッコボコにやられる試合やったんですよね。若い、高校上がりぐらいの若い選手から、スマッシュとか速いカットが得意な選手で、全然太刀打ちできないで、速いラン展開にどんどん翻弄されて終わっちゃう。で、今までそうやってミスマッチだとか、ただ単につなげて勝ってたみたいな展開から、こんな試合で何なんだこの悶々としてた試合だったんですよね。で、2ゲーム目に入る、1ゲーム目の終盤から2ゲーム目の初めにかけて、なんかもともと俺こんな試合したくねえしとか、なんか悶々としながら試合するのは俺の試合かなって思っていくと、なんか
自分自身にイライラしてきたところもあってきたして。で、2ゲーム目の最初らへんからだんだんとこうなんか感覚が良くなってきだして、相手をよく見ることができだしたと。で、相手がやっぱスマッシュ打つとかカット打つとか、どこに打つとかここに打つとか、自分のロングサーブ、高いロングサーブからそういうのがだんだん見極めてこれ出して、で、そこからがなんか流れが変わってきたんですよね。相手の得意なショット全部レシーブで潰していって、で相手がこうそこからのつなぎ球に転じてきたときに、自分がこう、しっかりそこをつなぐことができるからつないでいって、相手がいいところ出せずじまいで結局終わっちゃうみたいなラリー展開つなげてになっていけたっていうところから、なんかその辺ぐらいからなんかいいなって思っていらっしゃるところでしたね。自分をこうバドミントンプレースタイルって皆さんどうですかね。自分のプレースタイルこんなのとかってあったりするんですかね。こう漠然とじゃなくって俺はこういうプレースタイルだっていうのがあったりしてやってるんですかね。自分はその辺がなんか抽象的でどうだったんだろうってずっと思ってたんですけど、最近になってこうそういうなんか自分がやりたいプレースタイルってこうだなっていうのが分かってきだしたところがあるんですよね。で、それをその8月6日の県実業団で少しそれを実践できたかなっていうところになってきたんですよ。やっぱなんか自分ってこの間の先週の土曜日の動画では土井さんめっちゃ M ですよねみたいなことを選手たちがつぶやいてたんですけど、結構逆で、なんか自分はこうじわじわ相手をラリーを長くあえてつなげていってじわじわこう追い込んで苦しむ姿を見るのが嬉しいなとかって好きだなとかって思ったりするためで、そんなところを感じられるようなこうラリー展開していきたいなって思ってるんですよね。8月、小池さん、8月お疲れ様でした。小池さん、ありがとうございます。見ていただいて。そうっすよね。小池さんとも8月、県実業団出たっすよね。出てって、ダブルス、本当申し訳なかったぐらい、なんか全然できなかったと申し訳なかった。で小池君が1試合出てくれて、自分が2試合出てたの、8月6日の県実業団の話っす、今。はい。あの時、小池さんどうやったんですかね。シングルス、1試合目、シングルス出てもらったのはすごい印象的だったよね。ファイナルで。でも多分小池さん的には俺とか中村さんとか楠根さんとかとこうわーわー言いながら楽しく団体戦できたことっていうのが結構良かったんじゃないかなって思います。トトスの実業団の団体戦ってこんな感じなんだよっていうのをもともとはこういう感じでやってたんだよっていうのを小池さん肌で感じることができたと思いますね。ダイレクトで、ね、感じることができたと思います。あんな感じがもともとのトトスの流れで試合中でもなんか笑いながらじゃねえな、変な意味でじゃなくてこういい意味で楽しみながらこう一生懸命やってる楠根さんの姿だとか中村さんの姿だとかで、その中で俺がなんか必死になってからラリーつないでる姿とかで試合の合間合間でみんなでコメント残しながらアドバイス出しながらで審判をフォローし合ったりとかする姿っていうのはトトスならではの団体戦だなってこう久々見ててこう感じたところやったですね。あれは本当小池さん体験してもらえて何よりだったと思います。多分今まで1年ですね、もうこっちに来だしトトスに来だして1年ぐらい経っていてこうやって実業団の試合で出していくのが今年の4月からなってきていろいろな経験をしてきたと思うんですけど思うしまだこっちのおじさんたちのベテランの人たちとも関わることが少なかった大会の中で少なかったと思うんですけど8月の6日の県実業団は小池さんプラスおじさんたち3人で臨んだ試合っていうのは小池さんにとってはいい経験になったんじゃないかなと思ってるんで引き続きこれからも小池さんは熱くなるのもいいけどもゆっくり頑張ってすごい楽しかったですよ。そうだよね、楽しかったよねあれ俺も楽しかったもんな試合。でも俺がやっぱ日産の時に勝ててたらね、よかったんだけどね、あれだよね、日産でのシングルスね、勝ち方
たんだけどな、出来は本当に良くなかったな、あれ。ね、小池さんが頑張ってね、県庁のシングルで勝ってくれて、でもう一回俺が勝ってたらそれで決勝上がってたので、それか日産とのダブルスの第一ダブルスで小池さんと俺が組んだダブルスが勝てたらよかったよねっていうところだったよね。ねえ、ダブルスが俺がちょっとやっぱダメだったな、あれ。そして対戦相手の浜田君がうまかったよね、やっぱり。シングルスにしろ、ダブルスにしろ。あれはちょっと勉強させられたし、浜田君、バドミントンの IQ 高いですよねとかってクスネさん言ってたけど、本当、浜田君、ねえ、全然練習してないんかなと思いきや、本当強かったなと思ったですね。皆さん、8月どんな感じです？なんか自分、8月6日だけでも結構語れる内容があったりするんですけど、もしなんか8月の中でこんなことがありました、あんなことがありましたとか言っていただけたら、そこからなんかいろいろ聞きたいこともあったりするかなって思います。で、まあ、ちょっと自分の話を続けていきますね。で、8月はそんな感じで、堅実業団がやっぱちょっときっかけになっていって、すごいこう感覚が良くなった時期やったんですよ、その1試合が。7月の県社会人が全然ダメだったけど、やっぱダメになった分だけ、自分が変わろうって思うきっかけになるんですよね。なんかね、イノベーションが起こるときって、やっぱ大きく変わろうって思うと、大きく変わろうって思ったときに、やっぱ変われるもんなんじゃないかなと、人はと。いや、思うんですよね、本当に。8月は多分そういうなんか、1ヶ月が、まあ、7月がそういうなんか天気が、すみません、小出さん。うまかったですよね。久しぶりに勢いいいダブルスができたけど、確かに乗ってたよね、小池さん。乗ってた。乗ってたね。声出してたよね。いや、本当でも、俺がなんか、申し訳ない、なんか、いや、乗ってたんだけど、俺がもっとこう、気持ちを注いでいけたら、多分勝ててたんだよね、なんかね。小池さんのノリに俺がついていけてなかった気がするのが何とも言えない。本当、申し訳ない。で、ダブルス、本当もっとね、ダブルスにもなんか趣を置かなきゃいけないんだけど、どうしてもやっぱシングルスの方がメインになっちゃって、ダブルスにこう勝ちたい気持ちはもちろんあるけど、100あるうち、100もしあるとするならば、ダブルスも50、シングルも50っていけたらいいんだけど、どう見てもダブルス30、シングル70とかになっちゃうんだよね、比重が。なんかね、やっぱだから組んでても申し訳ないなと思ったりするところ、本当にあったよね。と、やっぱ堅実業団の話ばっかりになってくるけど、第一ダブルスと第一シングルスですげえ負担がありすぎたところもあって、最後の試合、やっぱこう、ダブルス入れ替えさせてもらったのは正解だったかなって見てて思ったところでしたね。うん、で、ちょっと話を戻して、その8月っていうのが自分にとっては今回転機になった時になりましたと。転機になったんですよ。で、それがですね、すごかったんですよ。堅実業団が自分はこんなシングルスがしたいんだっていうことが実際にその最後のシングルスの試合でできて、でそれの再現性っていうのをどうやったら再現できるのかっていうのは分かんないんですよね。ありません？なんかそういうことって。めっちゃいい試合を大会の中でプレーで発揮しました。それを再現性ってどうやってするのとかって思ったりしないですか？自分もなんかそういうことが今までもこう過去あって、でもそれで、大会だからそういうことができたんだから、練習ではできないよねとかっていう、なんか諦めがあったんだけど、でも、せっかくこういいプレーができたんだったら、それの再現性をなんかね、作りたいって思いながら、8月6日以降はそれを考えながらやってたんですけど、いい時もあれば悪い時もあればで、なかなかそういう自分がやりたいプレーっていうのができない中で、悶々としてた8月の6日以降の話になってくるんですよね。
で、そんな中で、ある方が、ちょっとすごい人です。ちょっとすごい人が YouTube の動画を見てて、自分の動画を見てくれて、まあ、すごい人のちょうど中間に来る、こう、仲介してくれる人がいて、いや、土井さん実はこういう人が、土井さんの動画を見てて、物を申したいらしいんですよ、みたいな話をもらったんですよ。で、その仲介してくれた人が紹介してくれて、なんかすごい人から直接ご連絡もらうことがあって、そのすごい人から連絡をもらってアドバイスをいただいたことから、8月のそれが20日ぐらいの時かな、お盆明けぐらいの時かな。でそのぐらいの時から、今自分なんか変われてる気がしてるっていう実感がある練習をしてるっていう感じなんですよ。まあその方はちょっとまた後から話できたらいいかなと思ってるんですけど、まあ今月ですね、そんな感じで、今月変わるタイミング、8月は本当自分が変わるタイミングだったなと思って今やってるんですけど、で、その変わるタイミングっていうのは自分がなんかこう、もっとバドミントンこうしたい、なんかこう、なんかやりたいとか、なんかもっとこのままじゃダメだみたいな感じで考えててやるところから始まっていた感じです。で、そんな中で、本当はそうだ。そんな中でですよ、本当8月、ありがたいことにチャンネル登録数500人突破しました。本当ありがとうございました。皆さん、ありがとうございます。なかなか最近いい調子でチャンネル登録数が500人から、最近、今年に入っためっちゃいいペースですね。1日1人から2人、3人ぐらい、こうなんか、チャンネル登録が増えてきてる感じで、8月6日のちょうど堅実業団があった時に500人突破したのをきっかけに、今日の月末までに今が528人まで、まあ、大体1日1人から2人ペースぐらいでこう伸びていってる感じです。これはこの今年に入ってから本当初のことで、去年のこう全日本シニア直前とかだったらめちゃくちゃなんかわかんないぐらいのノリでから登録数上がっていって、一回それで停滞したんですけど、から今年のやっとこう7月、8月ぐらいから徐々にまた伸び出していってます。おめでとうございます。ありがとうございます。ツナカンさん、ありがとうございます。いや、それこそツナカンさんもあとはもう再生数じゃないですか。頑張って、お互い頑張っていきましょう。本当。で、500人突破記念ってことで、チャンネル登録者さんに会いに行きますっていう企画を動画で出していって、チャンネル登録500人の YouTuber に対してどんだけ問い合わせが来るんだろうって自分もこうちょっとドキドキしながら見てたんですけど、想像つかないですよね。で、今回問い合わせが来たのが、まあ、なんと4件ですよ。これ多いんか少ないかちょっとよくわかんないですよね。よくわかんない。で4件を紐解いていくと、一番最初にすぐ来たのが、鹿児島の方で、ちょうど同年代の方らしくて、一緒にゲームがしたいです。っていう40代方からの連絡です。で、2つ目が、わざわざ来ていただくのは申し訳ないので、自分が練習に行きますとかいう話をしていただいた、福岡県に住んでる、県社会人でも一回お会いした人で、夫婦でなんか参加しますって言ってくれてる男性の方でした。多分30代かなの方でした。で、3人目が前回のライブ配信の時にも来てコメントどんどん残してくれて、久米田君って言って、自分が10年ぐらい前かな、一緒に対戦したのもあって、こんな熱い子はトトスに欲しいなっつってスカウトした彼が東京に今いますので、東京に来てくださいって言ってくれて、まあ、ちょっと東京今回ちょっと難しいかもしれないねけど、まあ絶対行けるタイミングで行くよって言ったら久米田君3人目やったんですよ。で、4人目の方がさっきちょこっとこうお伝えしたなんかすごいこう有名な方です。その仲介に入ってきて、土井さん実はこういうやつが土井さんのことを教えたいとか言ってくれてるんですけどどうですかみたいな言ってくれて紹介してもらったちょっとすごい人です。すごい人と、まあ、そのどんだけすごい人かっていうのがこうなんかどこに言ってるか分かんないんですけど、
SJ リーグのSJ1 に出てる SJ1 のチームの人ということですね。SJ1 の人が住んでるのが、九州じゃないので、ほとんどもう上の方のチームなんで、上の方っていうのは九州から言ったらこう上の方の地域のチームなんで、そこに行くのが今回いろいろ考えていくとちょっと難しいところもあって、いきなりはいけないかなということで、今 LINE でやり取りさせてもらいながら教えてもらってると思います。はい、SJ ファンの選手の方ですからアドバイスをもらいながら、それが8月のお盆明けに出した強豪大学生とのシングルスの対決の動画を出したのをコメントをすみませんお願いしますと言って、その SJ1 の選手の方にお願いしますって言ったら、めちゃくちゃ長文でからうわーって LINE が来て、ひろとも、こんばんは。ひろともさん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。コメントありがとうございます。なんかコメント残していってください。で、その SJ1 の選手から今直接いろいろいただいてるんですよ、コメント。で、そのコメントがやっぱ地元にいる人たち、地元のメンバーからもらうコメントよりも、多分地元の人たちも思ってるところは一緒なのかもしれないけど、気使って言わないのかもしれないですね。その SJ1 の選手が自分にコメントをもらうのは結構厳しめのコメントもあるんですけど、ぐさっとくることもあるけど、なるほど、確かにそうだなっていうところがすごいあって、で心に刺さるからこそ変えていこうっていう意識にもつながってきて、でこの2週間が今自分自身その SJ1 の選手からのコメントを元に練習取り組んでて、それがだいぶ今、身になってるのかな。まだ身になってるって言ったら本当に大会でそれが出せてるってことだから、それからするとまだちょっと今わかんない。一応練習の中では言ってる中の10分の1ぐらいかもしれないですけど、取り組んで今やってる状態です。でそれは何かっていうと、土井さんは、ちょっと一回見ましょうね。どんなこと言われてたかって一回見ましょう。土井さんの自分が大学生とゲームしたっていう動画を上げた時のコメントになるんですけど、これがですね、結構辛辣やったんですよ。本当まず思ったことが、土井さんの打つ球や動きに何もイメージがない、ただ一生懸命シャトルを返しているように感じますと。なので常にコート全部を守っているのですぐに相手に追い込まれてしまいます。これ結構これ言われた時うわーってもうなったんですよ。うわーってなったんですよね。で自分自身ではいやそんなことはねえよ。自分自身ではそれなりに守って考えながらやってるし、相手見ながらやってるよって思ってたけど、このコメントがあった時に俺全然まだそんな相手のことなんか見てもなかったのかと。相手ただ単に出された球を追いかけ回してつなげていってるだけだったんだなっていうのがね、考えさせられたんですよね。で自分ではできてるつもりでも、傍から見たらそうなんだなって思って、改めてそこを考えていったんですよ。で、結局結論づいたところは、まずはどうすればいいのかってなると、まずはラリーの主導権を握るために自分の打った球に対して次の準備をする癖をつけることはいいと思いますっていうところと、自分が出した球によっては次相手がどういう球を打ってくるのか、自分が追い込まれているから追い込んでいるからなど、さまざまな状況を考えて動くようにプレーするとかなり展開が変わりますっていう、この2つのところがまず土台だなって思って、ここ取り組んでるところなんですよ。で今まで試合しながら相手のことを見てるつもりでも見てなかったっぽかったから、もうガチでもう相手のことを見てやろうと思って自分のこと何も自分の技術がどうとか自分の状態がどうとかっていうよりも、もう相手をガチで見てやろうと思って、この2週間ぐらいずっとこの今言ったやつを止めながら心に置きながら練習してると、だいぶ感覚がやっぱ良くなるんですよね。一歩目が課題でなんか動きの強化しなくちゃいけないとか言って
めっちゃトレーニングしてたけど、それ動きの強化ってトレーニングじゃなくて、まず相手見てねえじゃんっていうところに気づいてきたりして、で、この2週間やってみていくと、ここの強化がすげえ今測れてるなって思ってきて、自分が転じられてきてるなって思ってるところです。皆さんどうですか？自分もバドミントン教室やってて、初級者の人とか初心者の人に相手見なくちゃいけないです。自分の打ち方がどうとかこうとか考えながら試合するんじゃなくって、試合は相手がいるから相手を見ながら試合するのが試合ですよ。自分の技術を披露し合う自分の技術を披露し合うのが試合じゃないですよ。対相手のコミュニケーションですよとか言っときながら自分がそんな感じで試合をしてたっていう感じなんですよね。本当に。で、それをSJ1 の選手からアドバイスをいただいて、で、それを今実行しながら、いい感じでできてますね。全然動き出しが違うし、打ってのなんか流れがいいっすよね。それは相手見てるからやっぱり。今までも相手見てなかったから、自分のことばっかりしか気にしてなかったから、それは動き一歩一歩遅れますよねとか。スピードも上がんないっすよねってなるわなってなんか思ったところやったんですよね。はい。で、それを今こう8月の締めになってきだして、いい感じで今回ってるっていうところで、で、9月になってきたら、9月でやっと、8月の6日試合が終わってからずっと試合がなかったんですけど、9月に今度は大会が3つあるんですよ。でその中で SJ1 の選手からのアドバイスをいかにこう発揮していけるかっていうところが鍵になってくるかなって思っています。で、これ自分のこう今年っていうか今までのこう積み重ねで思うところは、目標の大会があったら、自分的にはその1週間から2週間前にはもう一つなんか大会入れておくべきだなっていうのは思ってるところですね。目標の大会があって、そこから何もないで、まっさらな状態で目標の大会にゴンと挑むよりは、自分の感覚では1、2週間前に1個大会があった方が感覚が良くなるなって思いますね。で、今回、来ました。島田子さん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。コメント、ありがとうございます。なんか、ひろともさん、島田子さん、多分、自分知らないっていうか、初見の方かもしれないので、もし何かあるんやったらコメント残してもらえるとありがたいです。それに対しても何かお話できたらいいかなって思ってます。で、話し続けるんですけど、なんかコンディション、大会に向けてのこうスケジュールを作っていく中で、9月の試合で、10月、11月の全日本シニアに向けて、コンスタントに試合は入れていくべきだな。で、全日本シニアが11月の末だから、11月の末から11月の2週目から3週目にかけてに1個ぐらい試合を入れていくべきかなって思って、今計画をちょっと立ってるところです。で、9月なんですけど、3つ試合出ていきます。で、9月、実は9月の30日にある試合が、自分にとってはすごいこうモチベーションの大会になるので、ここはちょっとメインになってくる。で、そんな中で2つ試合を今入れているのが、まずは9月の来週の金曜日ですね、来週の土曜日にグアムの大会に出るっていうことで、なんかで SNS でもちょっと出してるんですけど、グアムの大会に出ていきますと。来週のだから金曜日に福岡から直行便でグアムに行って、で、金曜日の夜にグアムのなんか日本人の方が運営しているバドミントンの練習場所に行って、で、そこでバドミントン、練習一緒に入って、僕ダブルス得意なんですけど、シングルス上手くなりません。そうなんですね。ダブルス得意なんですけど、シングルス上手くなれません。どうしたらいいですかね。自分逆なんですよね。俺、シングルス得意でもないか、得意だけど、ダブルスが上手くなれないんですよね。どうしたらいいんですかね、そういう場合って。今年はシニア行けないです。九州行きたかった。行きたいですよね。あ、そっか。
ちょっと待って、一個ずつ整理します。ありがとうございます、コメント。島田子さん。ダブルス得意なんだけど、シングルスがうまくなれない。シングルスの練習をするそもそもの環境がないとかじゃないんですか？じゃないのかな。ダブルスどうなんですかね。ダブルスが得意やけどシングルスができないんだったらどんな練習したらいいんだろう。コートを大きく使う練習とかってやってみたらどうなんですかね。一人でとか。それはあるかもです。ああ、やっぱそうっすよね。それもありますよね。なんか自分はシングルスの練習ガンガンできてるのって結構自分がわがままにこうなんかやる練習作ってるからできてるけど、一般的にやっぱシングルスの練習ってなかなか難しいんですよね。だから自分ならまあやってるのは個人練習とかをこうなんか作っていくとか、クラブの練習に行くんじゃなくて個人的に体育館借りて個人的にシングルスの練習するとか、そんなの方がなんかシングルスの練習できそうな感じがしますよね。なんかどうだろう。シニアに行けないです。北九州行きたかった。フットワークとかですか？ああ、フットワークそうですね。なんか自分が前やってたんですけど、自主練習をするのに、まあ誰でもこうなんかレベルが一緒の人とかじゃなくてもいいんですよね。レベルがこう多少違ってもいいし、性別とかが違っても年代が違ってもいいので、一緒にこう練習できる1人とか、2人で一緒に練習できたりするとか、3人ぐらいでもいいけど、練習できる練習パートナーみたいな人を作って、でそこでなんかこうスケジュールを合わせていって、そこで体育館取って1面だけ2時間取って一緒に練習するとかでも十分シングルスの練習はこうできてくると思うんですよね。自分は今はできてないけど、コロナ前とかぐらいまではずっとなんか女性の自分より一つ二つランクが落ちる方だったんですけど、結構4、5年ぐらい毎週1回シングルスの練習相手をしてもらってたんですよね。まあ、球出しをしてもらうとか、基礎打ちの相手をしてもらうとか、まあ、基礎打ちじゃなくてもこう、例えばオールショートをするとか、なんだドロップ交互のこう片方番だけをやるとかで、全然こう相手にもしてもらえなってもらえるし、なんかフットワークする、ノックするとかでも球出ししてもらえたら全然できるし、そんな感じで自分はなんかシングルス力を個人的にこう磨いていった経験はありますね。そんなのもなんかやってもらえるといいのかなと思います。で、シニア行けないですっていうひろともさんは、どこ出身なんですか？どこの方なんやろ？福岡はちなみに多分予選出た人みんな行けてるんですよね。でも他の地方ってそうなんですね。全日本シニアの予選ってなんか、案外厳しくって出れない人とかもいたりするっていうのは、やっぱ見てて、厳しいんだな。逆に福岡県はなんか、ね、なんかありがたいなって思ったりするところです。島田子さん、なるほど、今度やってみます。ぜひぜひやってみてください。なんか、それでまた、もしなんかわかんないことあったら聞いてください。シングルスの練習練習方法っていうか、こう、実績はそんなないけど、取り組み方とかに関してはなかなかいけるとこですね。自分伝えれるものがあると思うので、ぜひなんか聞いてもらえたらありがたいです。ひろともさん、僕は月曜はシングルスの基礎練してます。オールショートとかオールロングとか動けるようになる気がします。なるほど。ひろともさんから島田子さんへのアドバイスって感じですよね。やっぱ基礎練習、シングルスの練習っていうか、シングルスで大会出てる人って多分基礎練の日ってやっぱ作ってるんですよね。で、大阪なんだ。いやレベル高そうだな、大阪。大阪か。ひろともさんって自分と同年代になるんですかね。その辺も聞けたら聞きたいけど。いいっすね。なんかこういう交流があると面白いっすよね、確かに。やべ、自分の話も何してたのかちょっとそうだ、大会の話してたのか。大阪シニアってどうなんだろう。でもやっぱ、首都圏、ね、だから強い人多いんでしょうね。当たり前だよね。で大阪とかで結構なんかシニアの練習会とかこう開かれてるイメージありますもんね。呼ばれないけど。全然呼ばれないけど、そんなん。一匹狼でもないな。独り身です。
そう、だからこそなんですよ。来週の金曜日からグアムに一人で旅に出てきて、グアムの大会に出てきます。シングルスと現地でダブルスのあとミックスのペア、多分探してもらえそうなんで、探してもらって、で9月9日の土曜日にシングルスとミックスとダブルスと3種目1日であるらしいんですよ。で、それに出ていきます。面白いですね。どうなるんだろう。本当初めてだもんな、グアムなんて。で、グアムの大会に出て、次が9月の24日に車椅子の大会が1試合、県民スポーツ大会って福岡県の大会があって、それに出ていって、でそこから9月の30日と10月1日、北九州市の年齢別大会っていうのが、もうこれが自分の土台と土台の土台になる大会、本当の土台の大会ですね。自分が年代別の大会で頑張ろうっていうふうに思えるようになった大会、もう地元の大会、ここがあるから俺ここまで頑張れたみたいな大会に出てきます。だからまあ、自分の中ではこう、年間スケジュールとかで大会のこうランクっていうのを作ってるんだけど、自分的には全日本シニアとまあ同じぐらいのこうグレードの大会っていうふうに感じてる北九州市の年齢別の大会、10月の1日、9月30日に出てきます。これが9月のこれからの取り組みになってきます。今からトレーニングの先です。すげえ。またお邪魔します。すげえ。すげえ。今32歳で去年初めて高知行きました。高知に、だって高知で、そっか、去年の全日本シニアあれか。自分らは愛知だったけど、そっか、32歳で、30代は高知であったってことか。で、すごいな。今からトレーニングなんでお先です。またお邪魔します。また来てください。毎週木曜日一応やる予定なんで、また来てください。すげえな。今からトレーニングすんだ。何なんだろうな。こんなめちゃくちゃ飲んでるけどな。すごいですね。はあ。すごいですね。いやー、そうですね。まあ、ちょっと話戻して、で、9月、一応そんな感じで、大会に3つ出ていく予定に今してます。で、10月、11月が全日本シニアまでの間に大会がちょっとなんかなさそうっていうか、まあ今のところまで見つけてないのかもしれないけど、なんかね、なさそうなんですよね、雰囲気的に。だから、ここなんもないで、いきなり全日本シニアっていうふうにはなんないようにしたいので、なんかしらシングルスの大会で、できれば年代別ぐらいの大会があればいいなって思って、ちょっと少しずつ探そうかなって思ってるところです。もしなんかそういう情報とかあれば教えていただきたいし、土井さんよかったらうちに練習来てくださいよとかっていう、まあ県内の方も県外の方ももしいたら、ぜひ声かけていただけたらありがたいです。なんかたくさんの人とプレイしたいですよね。はい。そんな感じで今8月から終わって、8月そうやって転じるきっかけになった8月があって、でそこから9月末の大会に向けての、全日本シニアにもそうなんですけど、向けての大会が入ってきますよっていう感じになります。いやー、まだでも夏終わんないっすね。楽しいっすね、夏。なんだろう、堅実業団、ちょっと自分こうやって今、実はですね、これちょっとノートをちらっと、こんな感じでノートを毎日、見えにくいと思うんですけど、バドミントンノート含めて、いろんなことを書いてるノートなんですけど、これ見ながら振り返ってるんですよね。もう1年分、1月1日から、すみません、コメントありがとうございます。律、青葉いおり、チャンネル登録者限定ドイカップを毎年一番大会が少ない次に開催はどうですか？ドイカップ、チャンネル登録者限定。面白そうっすね、それ。
毎年一番大会が少ない月に開催は面白そうっすね。それいつですかね、一番大会が少ない月っていつなんですかね。チャンネル登録者限定面白そうかな。もちろんそれシングルスっすよね。ああ、面白そう、面白そう。一番大会が少ないって言ったら冬場とかになるのかな。なんか、シニアの方がこう見てるチャンネルと思うんで、シニアの流れでこう言うと、全日本シニアって本当1年の締めくくりの大会にはすげえふさわしい大会だなって、こんなスケジュールよう作ってくれたねって思うぐらいの抜群なスケジューリングなんですよね、11月の末っていうのは。だって、1月、1年のスケジュール立てるってなったら、1月から始めて12月までってなると思うんですけど、その中で11月の月末を全日本シニアに選んでもらえてる主催者の皆さんってめっちゃ嬉しいっていうか、抜群ですよね。もう11、12月末で終わって、そこから12月ってなったら、もう年末ムードになってくるから、もうね、そんなバドミントンどころじゃないじゃないですか。で、1月からだから11月までの間の 1月から結構3月、自分で言うと1月から4月、5月ぐらいまで結構トレーニング中心とか、基本技術中心とかでやっていって、徐々にこう大会時期につながっていくっていうようなスケジューリングが組めるんですよね。冬場はもうそんなこう大会とか出なくて地道な練習、トレーニングとかしていって、で暖かくなってくる4月、5月ぐらいから徐々にこう大会が増えていって、で、7月になったら全日本シニアの予選があり、なんか暑い時期だからそれなりにこう大きい大会があり、で、9、10、11で11月の全日本シニアに向かっていって、でめっちゃこうね、スケジューリングしやすいんですよね、これは。本当にありがたいことに。なんか1月から始まって12月まで終わるっていう1年をきれいにこう作れるスケジューリングになっている感じなんですよね。で、そんな中で、このチャンネル登録者限定ドイカップを毎年1年一番大会が少ない月に開催っていつになるんだこれ。一番大会が少ない時にでも大会作るのもなんか面白みはないなと思ったりするんで、面白みがないというか、なんか自分的にはトレーニング時期にはトレーニングしたいから、どうせやるなら、こうなんか大会時期が近づいた時の方が面白いかなと思ったりするな、それなら。それこそ、そっか、そういうことか。それこそ、全日本シニア前に、ドイカップ的な練習会作ってみても面白いのか。全日本シニア前にシングルスやりたいっていう全日本シニアに出る予定のドイのチャンネル登録者の人たち集まってもらって、それで11月ぐらいに大会的なやつをこうやってみるのも面白いかもしれないですね。交流会でも大会でもいいな。それちょっと考えてみようかな。そしたら、来てくれる人いますかね。今回の企画で自分が行きますってなったら4人声かけていただいたけど、逆に自分がそのシングルスの大会作ります。大会作りますってなって、北九州市でここでやります。なんかもう日曜日ここなら大会取れるっていうのがあるから、そこでやりますってやったら来てくれますかね。ちょっとこれ考えますね。ありがとうございます。立青葉いおりさん、ありがとうございます。いい案出していただいてありがとうございます。もし可能だったら、来てください。11月、ありがとうございます。なんかそれ、今日の配信の、ライブ配信の締めくくりとしてすごいいいかなと思います。はい。8月は、8月の報告も今回していて、9月、大会に3つ出てきます。で、10月、11月大会がちょっとないかなと思った時に、ちょうど今いいコメントいただいたんで、ドイカップとかは言い過ぎだけど、そうですね、全日本シニア前に集まって、シングルスの試合をできるような、そんな企
チャンネル登録者さん限定のイベントみたいなことをやってみてもいいのかなって、今はコメントいただいた後のを元に作ってみようと思いますので、その際はまた告知していきます。ぜひ皆さん見てください。お願いします。で、最後に動画の話になるんですけど、先週の土曜日に上げた女子選手のノックの動画、かなり好評なんですよ、今。ひろともさん、相手にならないかもですが、日にち会えば前振り、ぜひぜひお願いします。ぜひぜひぜひ、大阪、名門太陽フェリー使ったら、北九州までだいぶ安く来れるんで、ぜひ来てください。で、トレーニングはぜひ島田さんだ。島田さん、ごめんなさい。ぜひ来てください。大阪から名門太陽、文字までついて、小倉までは無料でバスもあります。船代も何千円かで行けるはずなんで、ぜひこっちに来てください。一緒に練習しましょう。お願いします。で、動画の話になるんですけど、動画が、先週の動画で出した女子選手の動画っていうのが、案外なんか動画の伸び率は高いんですよ。で、高いから、もういちいち編集するんじゃなくて、女子選手の動画1個ずつもフルで出してみたらどうやろうってことで、前回のノックのやつを全部多く出していったら、案外それも反響があって、ここ最近の中ではナンバーワンの伸び率だったですね。視聴回数になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。で、今週も引き続きその女子選手が提案する強豪大学でやってきたトレーニングをみんなでやったっていう動画出していくんですよ。結構きつかった、それは。ふくらはぎめちゃくちゃやばかったしな。で、その女子選手の動画がこっから、先週、今週続いて、で、その時に一緒に撮ったゲームの動画までが、今回の、3週間続けて、8月19日ですかね、に撮った動画を全部お届けしていきます。で、そこからはまた、違う動画になって、グアムでのバドミントンの大会の動画をできるだけ撮っていって、それを出していけたらいいかなと思ってます。結構ショート動画とかでも、韓国の国際大会出た時の動画がすごい見てもらえる方が多くて、やっぱ国際大会は気になりますよね、みんなね。どんな大会なの、どんな雰囲気でやってんだろうって気になると思うんで、そういうところはこれからまた出していこうと思います。なので、多分9月いっぱいぐらいまではそんな感じで、グアムの大会の風景とかを残していけたらいいかなって思っていきながら、全日本シニアに向かう自分の練習動画もお届けしていけたらいいかなと思ってますんで。で、木曜日はこうやって、まだ今お試しで今やってる感じですけど、今日は本当なんかありがたくたくさんのコメントもいただけて、で見てる方もすごい平均していい感じで見ていただけて、ありがとうございました。すごいなんかこういうのが励みになるんですよね。ありがたいです。ありがとうございます。なので、そんな感じになります。なっていきますけども、これからもぜひよかったらバドミントンの40代シニアバドミントンプレイヤー問いの動画、引き続き見ていただけたら嬉しいです。はい。という感じで、今日の動画は締めていきたいと思います。長々と、お付き合いいただきありがとうございました。皆様にとっても9月、楽しいバドミントンライフと、そして楽しい一日になるようにお祈りしております。これからもお互い頑張っていきましょう。では、今日の一日ありがとうございました。またお会いしましょう。